どうもじゃなめです。ハッピーハロウィーンってことでね、何かしようと思ったんだけど何も思いつかねえの。そもそもヘビは元からお化けのようなものですし、見ての通り生きてる人間ではないからね。ということで先日の配信の杭を生産しようかと。っていうことでやってみよう。みんな骸骨が好き。Everybody loves skeletons。発音知らね。ヘビこれ何時間も遊んでる。今だから言えるけどある程度のとこまではノーダメ目指しておりました。何があったかというと、ちょっとバグらせてしまってね。私が悪いんだけどね。ある程度何が悪かったか察しはついているのです。せっかくだから最後らへんでその様子もお見せしようかな。まあこの辺序盤は余裕っすよ。ヘビここ何十回もやったもん。最初は本当にノーダメクリア目指してたから。本当だよ。ヘビ嘘つかないもん。ただ時間がなくなりまして、途中からハロウィンに合わせたくねって思ったら時間がもうなかった。文字打ち現在10月の29日夜でございます。間に合わせただけ褒めて。なんとか疑似的ノーダメできたから、今更ながらルールとしましてはリセットかのノーダメってことで、どうすか？だからわちゃわちゃしているのが見たい場合は配信でやってるから、そっちのアーカイブ見てくれたら嬉しいな。でもヘビこのゲームめっちゃ好きだから苦ではなかった。配信の方でも話したけどさ、ヘビは割と古いゲームをやってたのよ。スーファミのゲーム中古で買ってクリアできなくて泣いて諦めたけど、あれは難しすぎる。こんな感じでジャンプして走って避けてって感じじゃん。ジャンル的にはアクションになるのかな。好きなんだけどヘビはゲームが上手なわけではないからさ、こう難しいけどできないことはなさそうって絶妙な難易度ですごく好き。そしてこのスタイリッシュな骸骨と頭を分離して進むギミックが楽しくて好き。このくらいは飛び越えられるのじゃよ。頭心なしか早い気がしない？まあスーファミ買ったの数年前なんだけどね。よくやってたのはプレイステーションの方。ネットで普通のやつ買った。特に改造とかはされてませんでしたよ。そんなじゃのめの腕前はスーパーマリオコレクションのどれ一つクリアできておりませぬ。まあそれはいいんじゃよ。それはここで一度引き返したのは何度かここでトゲに突っ込んだからっすね。後半のノコギリもそうなんだけどさ、罠っていうか地形ギミックの方が苦手かもしれない。時々ここの金貨袋取れない時があって面白いのよね。落ちてきた雲の下敷きになるせいだと思うんだけどさ、ハリネズミに痛い目合わされることも多いからちょっと慎重に行くよ。これがワンパンできるようになるとだいぶ気が楽なんだけどね。それができるようになるのはもう少し先っすね。それまではせいぜいお金を集めるしかないのです。でもこうやって牛乳瓶が各地に配置されてるからさ、結構親切設計だと思うの。体力残り1とかになったら敵からもドロップするし、配信の時はそれにすごく助けられた気がする。まあ今はあれからだいぶ練習しましたし、それこそ途中まではノーミスクリア目指してたわけですし、この上に登るのももうお手の物なんですわ。あれ、落ちちゃった。どうしよう。下降りた後拾えばいいか。体感1割くらいの確率で下に落っこちる気がする。それくらいまあまあある現象です。でも体感レアだからちょっと嬉しい。結構ここは走り抜けてる気がする。このステージはあんまり止まらない方がいい気がしてる。こいつもポーンって飛び抜けれるし。で、ここは勇気の落下。金貨袋があるのです。
意外とここの足場もなんとかなるし、ここのタイミング待つくらいじゃないかな。多分。この突っ込んでくるやつの動きが時々予測不可能な時があるんだけど、こういう平坦な場所だと安心できるね。こことかも最初は手前から進んでたけど、もう間違いないくらいにはマスターしましたわ。頭低かった。正直ここは頭だけで飛んだ方が楽ではある。ここで一回降りなくて済むからね。落ちちゃった。まあいいや、ここに牛乳あるよって紹介したかっただけだから。無理しなくてもこのゲーム内通貨はたまるのですよ。このショートカットは何度もやってたから覚えた。覚えやすい道で助かってんだけどトゲが怖いのよね。で、この先にイチゴ牛乳があるんですけど、これ何やるかって思ってたけど最大体力が増えてんのよね。だからお金の使い道は攻撃優先でいいかなって思ってる。敵モブよりもトゲで負けてる気がする。ここはついつい踏みたくなるポイント。ああ、自ら飛び降りちゃった。ここで踏みつけだけで勝てたらちょっといいことありそうって勝手に思ってる。ってやつです。FPS できないの。ホールアートもね、バッツがあるからなんとかなってる節がある気がするの。飲めは濃厚だからね。あとリズム感もないから音ゲーも苦手意識があります。音できないジャンルは格ゲーかな。コマンド入力ができない。ここで体にスチャッと装着できたら嬉しくなれるよね。そう考えるとよくアリーナできたよな。個人的に言うとどっちかといえばダークホールなんじゃけど、まああれはユニティ入れたからね。金貨袋はついつい拾っちゃうね。確かこれ全部回収する実績があったような。なかったよな。チリありますね。なんか探し回った記憶はなくはないから、昔のヘビが頑張ったんじゃろうな。失敗。個人的な成功率は2割程度なので、まあそんなもんだろうなって感じではある。てかここさ、今になって思ったんだけどさ、ジャンプで叩くんじゃなくて銃使うところだったのでは？この後弾回収できる場所があるし、今までずっと叩きつけてきたわ。あ、いやでもこれからも多分手癖で叩きつけると思うよ。そうよね、ここで弾補充できるからそういうことよね。あ、ここまでの落下は想定外なのですが。ちょっと待って、ヘッジホーク！念のため処理った方がいいよね。いける？いけた。でもなんか首も取れた。でも首の皮一枚つながった。よかったー。さすがにこの距離なら外さないぞっと。なんというか単純にヘビの射撃が下手。ここはこの下を通り抜けられるとちょっと嬉しい。ヘビはこういう小さな嬉しいを集めて幸せになっていくのです。日々の小さな幸せをカウントするのは大事なことだと思うよ。今日は何個いいことあったって寝るとき考えるとさ、明日も頑張ろうってなるよね。ところでトリックオアトリートって言うけどさ、いざトリックとなると何も思いつかない気がする。蛇の目は大きいキャンディーが欲しいっすね。なんだかんだ食べたことないから。冒頭で紹介したバグらせたステージはここなんすよ。多分ここのショートカットがダメだったと思うの。ちょっと面白かったから最後に見せます。見て
てもらえたら蛇のせいってわかるから。楽しいことも美味しいものと一緒で共有したいものなのです。これは全体通して自分で思ってることなんだけどさ、アスレチック要素強くなるけど上走った方がいろいろ楽。上行けるなら上行こうぜの精神。マリオの1の2とか普通に上走る系のヘビです。そんな小ネタばっか仕入れるんだから。助走って必要あるんかなとは思うんだけどさ、体感助走つけた方が成功率高い気がする。でも多分必要なさそうだなとは思ってる。実際のところどうなんすかね。誰かわかるなら教えてほしいかも。他力本願。いや、検証できるほどの安定性はヘビにはないっすから。そして銃を使わない。ここジャンプで乗れることに気づいてからは殴り一択になりましたよ。誰だ脳筋って言ったやつは。その通りだ、グーの音も出ないね。普通に遊ぶ分には中途セーブかなりありがたいんだけどね。場所によってはマジで最初からやり直しとかもありまして。だから余計に序盤を。天井と雲の間をすり抜けちまった。そして安定のハリネズミ相手に超ビビリなヘビ。あのトゲにとても苦しめられたのです。一番やられたのは多分地面のトゲなんだけどね。単純に回数だけで言えばさ、意外とヘビ地形トラップに弱いのかもしれない。トゲは殴っても壊れないからね。今脳筋と思っただろう。正解なんだよな。毎回アルトマン選んでるのに物理攻撃主体な気がするもの。特にスカイリムでは魔法はほぼ使ってないからね。おかしいな。ヘビ魔法使いになりたかったはずなのに。個人的に自分の中の一番の謎かもしれない。じゃ、ここはもう丁寧に飛び回るだけですよ。まあ全体を通して丁寧に進めばノーミスクリアも夢じゃないんじゃよな。焦っちゃうからダメなんじゃろな。でもヘビ頑張ったから。後半はステージごとに区切っちゃったけどちゃんと怪我なく進んだから。多分正直ここ何度もやった結果、ここに体を置いていくのがベストだと思いました。どうせ後から戻ってくるからね。牛乳吹っ飛ばしてジャーンプ。安全に取る自信がある金貨袋は回収したい。いちご牛乳で最大体力は回復するし、弾は6発あれば十分だから最低限攻撃を上げればいいんだけどね。よく耐えた。よく耐えた。偉い私。ヒヤッとしたわ。で、ここはジャンプ厳禁と。このステージはそこのトゲと、この先の段差で痛い目見てきたからね。ここで何回か落ちたことがある。多分最初に遊んだ時は間違いなく落ちてる。よーし、次だ次。ここまで来るとヘビの死亡率がだいぶ上がってくるのよね。そして話のネタも尽きてくるのよね。最初からそんなもんないけど、基本的に何も考えてませんから。そこのお金は後で戻ってくるから後回しにしてよし。最初は頭だけになってジャンプしてたけど、後から回収できるじゃんって気づいてからは後回しになりましたね。ここの一番楽な道筋はそこ飛び越えてショートカットした上で一回リスポーンすることっすね。今回は怪我しない縛りだからできないけど。雲の巣に雲が捕まっちまった。糸哀れなり。お前そこの狭いところに乗るのは反則。あ
扉に戻る道はそんなに難しくないからいいんだけどね。ここのトゲ床も避けて通れる感覚だし。やっぱ最低限攻撃1回は強くしておかないとだよね。ヘッジホークワンパンできるのとできないのではだいぶ違うもの。となると未強化縛りっていうのも面白かったかもしれない。さすがにちょっときついかな。引っかかった？間に合うか不安。いけたー！で、個人的にこのステージ鬼門なのよ。そのほとんどがトゲなのですが。しかもいつも引っかからないとこで引っかかるのが不穏だわ。命の危機を感じるわね。聞こえるぞ。死神の足音が。骸骨は駅ではないか。下から回ってもいいんだけどね。ここはちょっと練習した。ところであの的って叩いて作動できたりする？ちょっと試してみるか。まあそりゃ無理っすよね。この距離で外すやつさすがにいないよね。さすがにこれ外したらだいぶへこむと思う。時々やらないと不安になる体力の確認。ダメージ受けてないか正直自分のことすら信じられない。何回も繰り返してるせいかわかんなくなるの。ちょっと心配性なところがあるかもしれない。もうここまで来てやり直したくないって思ってる気持ちもあるからね。後半になってステージごとに区切っちゃってるけど、それでもある程度進んだら中間セーブより前に戻りたいからさ、1からスタートって形になっちゃうからね。自分で設けた縛りに苦しめられてる。誰だ？無傷でクリアしたいなんて言い出したのは。ヘビだよ。ここはちょっと前に失敗して見つけた。だからある程度失敗も必要なのよ。で、自分を慰めてあげようね。前にも話したと思うんだけどね。私こいつめっちゃ好き。この半分こんがりな七面鳥可愛くない？命の散る音。なるべくさっきの足場崩さないで済みたいんだけど、失敗するときは普通に失敗する。いくら可愛くて生かしたくても無理なものは無理。ここ行けるときと行けないときの差が激しいんだけど、多分正規ルートじゃないっす。一回スッと行けてここいいじゃんって覚えちゃった。成功体験はヘビをダメにするのかもしれない。いや、より良い方法を学習したってことにしとこ。決してズルではありませぬ。一回ここに体を置いて上がったらこのモグラにやられたことがあったのよね。体を置き去りにする場所も選ばねばなりません。皆さんも幽体離脱するときは気をつけようね。ヘミは昔毎日同じ時間に浮き上がる感覚で目を覚ました経験があります。天井が迫ってくる圧迫感は今でも覚えてます。多分疲れてたんだと思う。具体的にその頃何があったかまでは覚えてないけどね。健康で楽しめそうな時にそれ経験したら面白かっただろうなって思うの。地味にここ上がるの上手じゃないのよね。RTA とか絶対できないと思う。多分発狂する。
だな憎き鳥。ここじゃないけどこの先のステージで散々苦労させられたのよね。同じ鳥だろ。七面チキンを見習ってほしいわ。ここで先にゾンビ仕留めようとしてクモも降りてきて阿鼻共感したことがある。だからヘビは先にクモを仕留めることを推奨します。声を大にして推奨いたします。それでここまで2回やり直したので、これは私の大好きなアイテム。ぴょんぴょんするの楽しいな。最近時々ボタン効かなくなってるからゲームパッドも寿命かもしれない。テレコムさんの割と長く使ってると思う。最近周辺機器が立て続けに悪くなってる気がする。今度のブラックフライデーとかで一気に買い揃えようかと思ってるんだけどね。まあブラックフライデーが何なのかいまいち分かってないんだけどね。かろうじてサンクスギビングは分かるのですが、セールするらしいって程度の認識ですよ。矢が射出されるまで落ち着いて進めないよね。まだ出ないまだ出ないって思う瞬間は多々あります。速度的にはどうなんだろう。頭の速度と同じだとしたら別に待たなくてもいいよね。絶対反応できないでしょ。でも今回はなるべくミスしたくないので待ちますが、今更だけどここをうまく当てれば箱落ちるよね。そっちのが簡単に進める気がするけど、飛んだ方が早いから飛んじゃう。このモグラはまあまあ予期せぬ動きをするから警戒対象ではある。なんでそこまで飛んだ、なんでこっち来たみたいなの多々あるからね。叩き潰した方が安心できるけど、下手につついでダメージ受けるのも嫌なのよね。この辺こそ下手に触ってダメージ受けたくないゾーンなのよね。邪魔にならない限り回避すべし。やり直したくない。とはいえ今墓場ステージの一面だからやり直しは効くのよ。まだこの辺はね。だからあんまり気負わなくていいのよね。七面チキンは飛び越える。ところでキャラクターに正式名称とかあるんすかね。勝手に七面チキンって呼んでるけど、でここが予測不能な動きをする場所その1なんだけど、今回はそのまま落ちてくれて助かったわ。タイミングによっては結構こっちまで迫ってくるからね。とはいえハロウィングッズを買うか買うまいか悩んで買ってないヘビですが、皆さん買ったりしてるのかしら。とりあえずお菓子は買いました。ねるねるねるねをあっぶな、もうちょい遅かったらダメージ受けてたわ。まあさっきそれやったんだけどね。飼育菓子って無性にやりたくなる瞬間あるよね。その横にあったやつも気になったけど結局ねるねるねるね買っちゃった。それとその横にあった M&M って書いてるマーブルチョコも買った。自分で言っててあれなんだけどさ、マーブルチョコキャラクターで検索してこれはどうなの。まあ個人的にはチョコベビーが好きなのですが、最近食べてないかもしれない。そう考えると間食減ってるかもしれないなって思いました。チロルチョコかビスコ買うくらいかな。家の近くに置くと食べちゃうからね。個人的にここも結構難所ではある。上の雲はなるべく先に処理したい。左側まで生かしたままにすると痛い目見るからね。ええ、経験談ですとも。ほらもうある程度の巻き方は経験したはずですとも。届く範囲なら叩き切れ。ヘビにはエイム力がないからね。エイムって言葉の使い方が合ってるかわかんないけど。ところでモグラって牛乳瓶で止まったりするんすよ。意
外とこの通貨にも引っかかったりするんすよね。だからおびき寄せるときは絶対に通貨の回収をしましょうね。エビとのお約束。まあそういう自分が一番それ忘れるんだけどさ。次回っすよ次回。ここら辺で考えることはいつも同じっすよ。なんでお前までこっち来んの？まあただ一つ、もうやり直したくないって心の中で念じながらやってました。縛りプレイする人間たちってすごいわね。改めてヘビにはできないなって思いましたとも。後半ステージごとに区切らせてくれってなったわけですし。鍵を開けておこうね。開いてる状態のここに戻ることはないと思うけど。鳥を逃がしてしまった。やだなー、怖いなー。よく今無傷で通り抜けられたな。ちなみにあそこで3回ほどやり直しさせられました。なんだろう、やり直し自体は前半の方が多かったと思うの。慣れかな。何度もクリアした上でやってるのに今更何言ってんですか。とはいえ集中力とか忍耐力とかいろいろ関わってきますし。さて、ここはまだいいんだ。ここはこの先に恐ろしい部屋が2箇所ほど待ち構えてるのが怖いんすよね。ふもと痛そうなあれがあるんですよ。といえば最近大掃除してたんですけど、大掃除というか断捨離、ヘビ収集癖のせいで物が多くてさ、まだ全然終わっておりません。今からやってよかったなぁとしみじみ感じておりまする。年末に始めてたら悪気しないよね。これから時間をかけてゆっくり選別していきましょう。1ヶ月くらいで終わってくれたらいいな。まあ自分次第なのですが。これよこれ。私の苦手なノコギリ。怖い。ここで後ろ向いてるヘッジホッグにやられた時は頭抱えたよね。同じことを連続で2回やったんだけど。さーてこっから本番感はある。まずは憎き鳥を叩いてっと。はい。ほい。それ。第一関門クリアー。ここがなんかシビアなんよ。背景の星でなんとなく。いた。ここでもうポカをしたくない。でもあそこのお金は取りたい。言うてこのタイミングでお金集めてもなんもならんのやけどね。蛇の目は実績解除済みなので。ここも先に雲処理りたいな。よし、これ断然。ここまで来たらもう怖くないんじゃ。間違いなくスイッチが緑であることを確認したら進もうね。蛇の目配信の時ここのスイッチつけずに降りて周回したから。詳しくはアーカイブを見てね。あの後蛇の目なんとなく字幕作ったから、日本語字幕と英語字幕の両方。ちょっと苦行だった。途中でなんでこんなこと始めたんだろうって思った。普通に始めた自分を呪ったよね。まあ日本語字幕ができれば英語字幕作るのはそこまで大変じゃないから。GPT 君に助けてもらいながらなんとか作ったスクリプトで日本語字幕のタイムスタンプに差し替えできるようになったからさ。そのおかげで前より字幕作る時間が半減しましたからね。助かりますわ。
油断してスライムくんにやられたこともある。あの時は心折れるかと思ったよ。はい、元気。ダメージ受けてないね。えらい。だからもうここまで来ればそんなに怖いことはないんじゃないかな。最難関はシビアなジャンプとノコギリのところと、さっきの2連ノコギリのところだと思うので、落ち着いていけばなんとかなるもんですよ。怖っ。ここで落ちたら台無しだからな。ちなみにさっき黄色の扉の前で落下した。鍵持った状態だったからね。もちろん初めからですよ。あそこで心折れるかと思ったけどなんとかなってよかった。ヘビだって頑張ればこのくらいは。でも本当のノーミスではないですよね。でもまあここは一つ頑張ったってことで、本当は普通にワイワイ遊ぼうと思ったんだけど、設定ミスって配信しちゃったから、わちゃわちゃ版とスマート版ってことで役割分担をね、しようとしたってことにしといてください。でもこのゲームすごく好きで楽しかったからよかったら皆さんも骸骨になりませんか？ってことで本編はこんな感じで、今から蛇の心を折ったやつをお見せしよう。このままこれに乗るとね、見ての通り動いちゃうんすよ。これが悪さしてるのはなんとなく察してるんですよね。これ間違いなく10-0でヘビが悪いね。んでこれが一定のところまで行くとこんな感じになりまして。んで私これ最初乗り捨てて進んでたわけよ。多分後ろでずっと動いてたんだろうね。想定より早く着いちゃった。そうか、早く着けばクリアできるのか。まあその頃は熟練度がなかったわけで、まあそんな感じだったんですよね。丸太のスピードに勝てる自信がある方は乗り捨てましょう。そんなところで今宵はここまで。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またそのうちジョンの目好きなゲームを遊ぶこともあるかもしれません。その時はまたどうか付き合ってくれると嬉しいです。そんじゃおやすみなさーい。またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえるとヘビが喜びます。それじゃあまた遊びに来てね。待ってるよ。